野も山も青葉若葉となりました。この頃はとりわけて今年はよく雨が降るようです。雨といってもこの頃のは草木の新芽を濡らす春先の雨や持つと遅れてくる梅雨時の雨に比べてまた変わった味わいがあります。春先の雨は冷たい、また梅雨時の雨は憂鬱に過ぎますが、その間に挟まれた晩春の雨は明るさと快活さとまた暖かさとに満ち溢れて銀のように輝いています。春先の雨は無言のまま濡れかかりますが、この頃の雨はひそひそと声を立てて降ってきます。その声は空の霊と草木の生とのささやきで、肌触りの柔らかさ、ため息のかぐわしさも思いやられるような静かな親しみを持っています。時々風が横さまに吹きつけると、草木の葉という葉は、雨の雫が首筋を伝って脇の下や乳のあたりに滑り込んだように、冷たさとくすぐったさとで、たまらなさそうに身を揺さぶって笑い崩れているらしく見えるのも、この頃の雨でないと味わわれない快活さです。この快活さと明るさとにそそのかされて、ヒキガエルはのっそりと草葉の陰から這い出してきます。どうかした拍子に雨だれが顔の上に落ちかかると、ヒキガエルはちょうど酔いどれが口の端の酒の泡を気にするように、不器用な手つきでそっと鼻先を撫で回しています。そして時々立ち止まって、昔なじみの俳人一茶が、旅姿のままでぐしょ濡れになっていはしないかと気遣うように、キョロキョロとあたりを見回しています。ヒキガエルよ。お前が尋ねているらしい一茶は、いい俳人だったが、彼の魂は長年の悲しみと苦しみとのためにねじけている。明るいこの頃の雨と一緒に濡れるには、ふさわしからぬ友達の一人です。お前にはもっといい友達がそこに出てきました。それはカニです。カニは土まみれの甲羅のままで、庭石の陰から横柄な身振りで這い出してきました。鋼鉄製の蒸気機関の模型か何かのような頑丈作りで、ブツブツ泡を吹いているところは、どう見てもドイツ人の考案したらしい生物で、甲羅のどこかに、クルップ会社製造、とでも刻印が打ってありそうな気がします。私の家は海近い砂地に立っているせいか、カニがたくさんいて、梅雨時になると、壁を伝い、柱にすがって畳の上にまで這い上がってくることがよくあります。カニよ、お前とヒキガエルとは、それぞれ違った生活をしてはいるが、どちらも自尊家で、自尊家につきものの孤独性を持っているところはよく似ているようです。昔遠征哲学者のショペンハウエルは、イタリーの都に旅をして、ところの人たち、分けて美しい婦人たちが、自分に対しては一向冷淡なのに引き換えて、同じ時同じ都に来ていた遠征詩人のバイロンに対しては、まるで王侯をもてなすような歓迎ぶりなのを見て、ひどく機嫌を損じて、そこそこに旅を引き上げたと言いますが、カニとヒキガエルとはどちらもくせ者揃いで、不器量なことにかけてもいい取り合わせですから、お互いに機嫌を悪くし合わないで済むことです。木の上ではまた、アマガエルとカタツムリとが雨を楽しんでいます。アマガエルは聞こえた読書家ですが、カタツムリはまた風変わりな沈黙家です。一人は葉から葉へと飛び移りますが、一人は枝から枝へと滑り行きます。アマガエルは芸人のように木の実木のままでどこへでも出かけますが、カタツムリは霊場巡りの巡礼のように、自分の荷物は一切合切ひっくるめて、背に背負って出かけます。二人はたまに広い、青々した芭蕉の葉の上で出会うことがありますが、互いに黙礼のまま言葉一つ交わさないでさっさと行き過ぎてしまいます。彼らはどちらも腹いっぱい雨を楽しみ、雨を味わい、また雨に戯れるに余念がないのです。ぐずぐずしていると、雨がいつ晴れ上がるかもわからないのを知っていますから。夜が更けて、湯船にのんびりと体を伸ばしながら、しとしとと降り続く雨の音を聞く気持ちは私の好きなものの一つですが、それにはこの頃の雨が最もふさわしいと思います。